今回は懐玉玉折オープニングテーマ青の住処について視聴者の反応をまとめました。動画の最後は一部原作のネタバレを含みますが、アニメ勢の方はそこまで見てってくださいね。みんなであの青い春に浸っていきましょう。それではスタート。五条だけじゃなくて世の中のおっさんおばさん大体青春こじらせてるんだよな。懐玉玉折が一番おもろかった。青春というか青い春って感じ。ラーラーラーって部分、学校のチャイムの音を再現してるのすごすぎエモすぎ。ここのコーラ4に当てるのすこ。ななみんがやってるのがいいよね。灰原とななみんにも青い春があったんだよなと伝わってきて切ないよ。笑顔の奥の憂いを見落としたってところ、五条が最強と言われるゆえんである陸眼をもってしても下等に芽生えた呪いは見抜けなかったってことと、下等の呪いは術師以外に向いているから、五条の前では呪いなんてない無垢な笑顔を向けているからこそ五条は見抜けなかったってのが表現されてて好き。今でも青が住んでいる五条目線、今でも青は住んでいる下等目線。尊い。みんな幸せになってほしかった。青春は戻れないから儚いけど、やっぱ悲しい。卓と悟が自転車に二人乗りして笑ってるの見て涙あふれて止まらん。ずっとそのまま一緒にいてほしかった。五条全てを見通す陸眼を持っているが、隣にいた親友の笑顔の奥の憂いに気づくことができず、あだ花と咲き散っていく親友を止めることができず、己の手で親友を抹殺した誰よりも優れてしまった最強の呪術師。下等、楽しさも苦しさも悲しさも全てを分かち合えた五条の無二の親友、誰よりも真面目で誰よりも仲間を思い、そして誰よりも呪術師というものを悟ってしまった最悪の呪詛師。五条って呪術的には頼りがいしかないけど、人間的には頼りないのがなんかいいな。五条はこの頃が一番幸せだったんだろうな。リコちゃんの任務に就かなければ五条は覚醒しないから、下等は闇落ちしないし、他の呪術師が代わりに任務を受けて当時がリコちゃんを殺す、当時が生き残るっていうことになってたのかな。我々も今ではなく、きっと学生等の過去が一番幸せだったんだろうな。呪術って主役級が何人もいるものすごいアニメ。マジでわかる。主人公多くてもジョジョとはなんか違う。曲の中の拍手、まだ物語が進んでない時にはノリノリでええなって思ったけど、物語が進んで信者たちが拍手してるかもって思ったら複雑な気持ちになった。青春かよっていうか、ガラケー使ってる高校生ってもう20年前なんだよな。作者の高校時代もそんくらいなのかな。五条先生がゼロで和コードから青春を取り上げるなんて許されていないんだよと言っていた通り、先生にとってはどんなに辛くても学生時代はやっぱり楽しくて変え難い思い出だったんだなぁとしみじみ思う。五条の28歳っていう設定、毒舌いうキャラが良すぎる。青春を壊してはいけないってセリフもいいと思う。君の笑顔の奥の憂いを見落としたこと、悔やみ尽くしてっていう言葉で胸が苦しくなりました。五条よ。チャリ二人乗りして最高に楽しそうな笑顔しながら駆け抜けていくところ、親友って感じが伝わってめちゃくちゃいい。この曲を聴いてると、五条先生がゼロで最後に言った言葉はまた会えるよねなのかなって思えてくる。喉の奥につっかえた呪いの言葉がまた会えるよねだから違う気がするな。作者がゼロの中に出てきたセリフとも言ってたしね。個人的には一人は寂しいよとかお前は僕の親友だよ。たった一人のとかかなって思ってたけど、よく考えたら声にならない声として最後にまた会えるよねって言ったのかもしれない。わかるんだよ。わかってるんだよ。二人がどんなに強く愛し合って生きていたか。人の道を踏み外してしまった下等のことをあだ花となって散りゆく君と表現したのは鳥肌が立った。あだ花って咲いた後実をつけずに散ってしまう花だからね。下等君は子供には辛すぎる運命を生きないといけなかったのが本当に悔やまれてしょうがないよ。あだ花と咲き散っていくっていう歌詞が下等の決めた行動に対する表現だとしたら、切ないけどとても美しい表現だと思ったのは俺だけだろうか。泣ける。
ガチで神曲すぎる。社会人となって灰色の人生を送ってた中でこの時の夏はマジで青かった。さしすくみの青春もっと見たかったな。もっと五条と下等の物語を見たかったな。泣ける。初めのシーンは五条の涙ってことなんかな。本編アニメで過去編が終わったら五条が泣いてたような描写あったし。また会えるよねってマジ辛すぎてやむ。最初のサビは高専時代視点で今の青春を描いてるって感じだけど、ラスサビは大人になって過去の青春にすがってる感じがして切ない。どんな地獄でもお前と入れたら楽しかったはずなのにという後悔が感じられる曲でめっちゃ好き。曲に青春感が漂う感じも含めてあまりにも開玉玉折に合いすぎてる。お願いだよ、みんなに青春を返してくれ。この二人はずっと親友でいてほしかった。呪術廻戦で出てくる風景がリアルだからこういう高校生もいるんだなと身近な世界に感じさせてくれる凄さ。大切な言葉ほどやっぱなかなか言えんよな。特に親友になんか。夏曲のイメージが一新された。爽やかだし鮮やかすぎる。原作もアニメもだけど五条さんと下等さんの間柄とか出来事とか知ってから見ると泣ける。この日々が色あせるのあたりから手拍子が流れる演出が本当に好き。過去にすがるような歌詞と反するように残酷に進んでいく時間を表してるようで、全部知ってから見ると拍手する映像と相まって明るくて狂気的で、でも悲しい感じがよく出ている。五条は過去の無念を引きずり、下等は無理やりにでも前に進んだ。二人とも魅力的すぎる。呪術廻戦アニメ綺麗だな。キャラも魅力的だな。くらいで見てたけど、歌詞の意味を深読みしたり原作読み込んだりしてたら、最強二人の過去と現在の対比がしんどすぎて。学校のチャイムみたいな音が五条たちの高専時代を彷彿とさせているようで好きだ。最後の無限に膨張するからの歌詞、悟絶対泣いてるよね。オープニング最初の雫は悟の涙なんだろうし、普段から居眠りしては昔の夢を見て泣いてるんだろうなって。はあ、おいたわしや、五条せん。号泣、五条に幸せあれ。どんなアニメも過去編が一番面白い。また会えるよねって、いろいろ込みすぎて、無料空食らった。護衛の任務がなければ五条と下等は親友のままでいられたのかなとか、それとも遅かれ早かれバラバラになってたのかなとか考えて一人で泣きそうになっている。北谷さんの文章の節々に感じる知性、これは東大。ここまで音楽の添付の才を持ちながら、東京大学出身という知能を持っているのは、なんともすごい人物よな。五条の目でも下等の闇落ちに気づけなかったっていう下等の闇の深さと、五条の若さ、そしてそれに対する、五条の後悔と振り返りでできている曲なのに、なんでこんなに爽やかさをも感じさせるんだろう。どんな祈りも言葉も近づけるのに届かなかったって歌詞が無加減の術式と五条の後悔をかけてるっぽくてめっちゃ好き。下等目線で見るとまた違う解釈ができるのも好き。個人的には下等の方で術師としての理想に近づきたい気持ちと五条への憧れ、猿どもへ割り切れなかった後悔とかを感じるな。私は闇落ちした下等に対する五条の思いだと捉えてる。あだ花と咲いて散っていく君にさよなら。この歌詞、才能を持ちながら実を結ばず散っていってしまった下等をあだ花と表現するの天才すぎる。この曲には、まるで静かな恋のような、頬を伝った夏のような色、みたいに、難しい表現だけど違和感なく、これらが青色だ、ってわかる表現をしているところが、文学的な歌詞を作るのが得意な北谷さんらしくて、最高すぎる。二人の青春と別れを、青色という一つの色だけで表現するの天才すぎる。サビの住んでいると住んでいるの歌い分けが天才よな。喉の奥に使えてるの部分を本当に喉に使えてるように歌うの天才。君の笑顔の奥の憂いを見落としたこと、悔やみ尽くして、これ、下等の闇落ちに気づかなかった五条の後悔だって分かった瞬間鳥肌立った。歌唱力も表現力も飛び抜けてる、北谷達也は神です。五条の後悔を歌詞で表してるのすごくいいよね。
何もかも分かち合えたはずだった。もう二人の関係を表しててめっちゃ好き。4つ並ぶ眼の前を遮るものは何もない。この歌詞だけでも五条と下等の問題児2人、ただし最強を表現できてるのがすごいわ。五条先生の言ってた愛ほど歪んだ呪いはないって言葉をそのまま歌に乗せた感じの歌い方が素敵。言葉に出したら相手に対しても自分に対しても負荷になることが無数に存在するもんで、青かった頃の気持ちで2人が再会できると良いのにって我々が発すると、それもまた呪いよね。下等のことをあだ花と咲いて散っていく君と表現するあたり、どう考えても作品愛がすごい。天才的な歌手は他にもいるかもしれないけれど、ここまで作品へのリスペクトを感じる曲はなかなかないと思う。最高です。あだ花、咲いても実を結ばない花、進路。道を分かれた時点で実を結ばず散ることが決まっていたのかもね。3分半で高専五条の楽しい思い出、後悔、絶望、快楽、希望が全部鮮明に聞こえるの本当にすごすぎて、脱帽。五条先生と下等の物語にこの曲が選ばれて本当に感動と感謝しかない。こんな曲を作れる天才がこの世にいたとは初めて鳥肌立った。青春の記憶が残っていて、今でも五条にとって下等と過ごした時間は美しい思い出のままなのを、青が住んでいる、青は住んでいるの2つで表現する北谷さんの歌詞、素敵すぎる。ピアノの旋律がチャイムじゃないか、こんな細部にも仕掛けが施されていて感動。もう一回アニメ見る。明るい曲に見せかけて歌詞はめちゃくちゃ呪術で重たいの大好き。もう二度と戻ってこないあの青春って感じの曲が本当にぴったりで、5話しかなかったのがもったいないくらいの神曲だった。青の住処は、青を生きるまさにその瞬間を切り取ったような、若々しさと、初々しさとキラキラと水面が太陽の日差しで輝くような、直接的な表現はないのに、五条の心情が明瞭に表現されてるのすごすぎる。これと肩を並べる両曲自体は数あると思うけど、ここまで世界観にマッチして深みすら与えてくれるのはマジで規格外の特級アニソン。最近はこの歌を聴くと悲しくてたまらん。あの二人はいつまでもコンビでいてほしかった。こんなに夏っぽくもあり儚くもある曲作れるのすごい。擦り切れるまで聴き続ける。五条と下等の関係を表した曲だと思っていたけれど、なくしてしまった大切なものがあるすべての人への歌だったんだな。好きです。最高です。同じサビで下等と五条を表してるの最高すぎる。違っていても同じ思いだったことを感じられて好き。近づけるのに届かなかったのが無限を表してるの天才の中の天才。歌詞聞けば聞くほど伏線や意味がしっかり込められてるのが伝わる。あと単純にかっこいい。青の住処は五条悟、明かりは下等卓。この2つの歌詞の意味を解き明かしてみると、2人の青い春と1人の心の葛藤がよく伝わってくる。青春の爽やかさと別れの寂しさ、この2つをとてもうまく歌に落とし込んでてマジですごい。今でも青が住んでいる。で、五条はずっと下等のことを思っているのだとわかるね。2人の強い絆を歌詞にして伝えるとは本当に天才だと思う。歌声だけでなく歌詞が心を打ち感動してしまうは、本当に素晴らしいとしか言えませんね。2人で最強でいたかった下等と、ただそばにいてほしかった五条。下等は闇落ちではない。自分の道を見つけたんだよな。五条もしかり、これがこの2人の青春であり人生なんだよ。オープニングでお互いに背を向けて歩いたのも、それを示唆してると考えると、来るものがありますね。青の住処って学校のチャイムが聞こえるのもいいよな。それを聞ける期間はこの時しかないって感じが。映画のエンディング見てさ、これはこっそり翔子が撮ったのかなとか、これは悟が撮ったのかな、卓がノリノリで撮ったのかなって、勝手に想像して泣けてくる。やっぱり3人の青春が一番眩しすぎる。下等は心の底から笑えなかったって言ってるくせに、いい笑顔してて泣いた。もう戻れない青い春。エンドロール流れると思ったらまさかの思い出カットで泣いた。あれはマジで泣いた。入学式と卒業式の思い出写真で涙腺崩壊。
入学式の写真は卓がいて、卒業式の写真にはいないの。好きすぎる悲しすぎる。なんかちゃんともう一人入りそうなスペース空いてた。無意識に3人で写るために癖になってたのかな。いないのは分かってるけど、心の片隅には卓がいるから無意識に開けてたのかもしんないよな。余計それが心にくるわ。どうして青春ってこんなに愛おしくて眩しいのに苦しいんだろうか。通常版はまだ若くて素直に泣いたり笑ったりできてた鮮やかな青さが目立つけど、アコースティック版は大人になって青春を受け入れて懐かしみながらも心をありのまま表現できなくなった切なさを感じる。青春時代の友達って絶交したり仲違いしたり自然とフェードアウトしたりいろいろあるけど、年を取れば取るほど思い出の綺麗な部分だけ鮮明になっていくんだよな。何気なく撮った写真とか、ガラケーで撮ったちょっと画質が荒い感じとか、もう戻れない2人の関係とか、学生時代が平成な世代にはぶっ刺さったんじゃねえかな。下等闇落ちしない世界線みたいね。アコースティックバージョンでは拍手がなかったり、数個の楽器が減るだけで曲の雰囲気が変わるのすごいよね。どの青の住処もそれぞれ色があって大好き。エンディングで悟たちの青い春の写真と一緒に流れる青の住処、最高だった。本当に青が住んでたんだなって思ったら涙が止まらなかった。アニメでの青の住処は夏祭りの花火の最中、最高に楽しい、いつまでも終わらないでほしいっていう感じがして、一方映画の方の青の住処は花火が終わった後みたいな感覚、終わってしまったって感覚、名残惜しさともっと見たかったという渇望みたいなものを感じました。アニメバージョンは下等と一緒にいた時の五条の心境、映画バージョンは下等が去った後の五条の心境を音楽に具現化したような、そんな感じがする。ああ、悟の隣に卓がいないの切なすぎる。ずーっと一緒で青春してほしかったな。高校生が背負える十字架の重さではないんよな。呪術高専の教師はもっと生徒のメンタルをケアしろ。さようなら、私の親友。ここからは26巻までのネタバレを含みますのでご注意ください。五条先生のこれからのことを考えると涙が止まらないのよ。また会えるよねって言って言葉作詞するとき、空港の展開まで聞いて作ってたとしたら作者ほんと最高。多分覚醒する前までが本当の五条だったんでしょうね。覚醒で最強になったがゆえにその後の人生は惰性でしかなかった。宿儺に全てをぶつけて満足していけたこと。私は近年稀に見る綺麗な退場の仕方だと思いました。今はない青春って本当に泣けるもんだよな。もう戻ってこねえし、思い出した分だけ虚しくなる。俺も南に行きたくなっちゃった。五条と下等の空港シーンは、絶対に青の住処のピアノバージョンで音だけ流してほしい。五条が死ぬ時に南を選ぶ、つまり過去に戻りたいの切ないな。絶対死んじゃいけなかったろ、間違いなく最強だったよなこの二人。亡霊でいい。だから下等&五条のコンビを見せてくれ。五条が死んだ時はショックだったけど、下等とまた話せて嬉しかった気持ちも重なり複雑だったな。映画エンディングのあれを見ると、五条も南に行くことを選択するのが分かりすぎて泣く。五条悟はやっぱりこの時が一番好きだったんだな。いかがでしたか？皆さんの好きな歌詞、解釈などもぜひコメントで教えてくださいね。